どうも皆さん、カイトです。将軍を倒しに目指す和風ドット将軍対決をご存知でしょうか。こちらは2023年6月27日に Steam で早期リリースされ、ロボティーノが開発、ゲーマーゲームズが販売されています。早速主要キャラ3人で一通りクリアしたんですけど、中毒性抜群のデッキ構築型ローグライクでしたね。キビキビ動くドットのキャラクターに日本を思わせる時代背景、ターン制バトルでの戦略性などめちゃくちゃ面白かったです。今回は将軍対決というおすすめ作品のジャンル、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですけど、流浪の剣士から始まるデッキ構築型ローグライクです。流浪にせし物を操作して城で待ち受ける将軍を倒すのが目的。ゲームは左右のマスを移動するだけのシンプルな操作で進行して、1回の動作ごとにワンターンが経過します。戦闘では枠組みの行動タイルを頭上にセットし、相手に近づいて攻撃したり、遠くから攻撃してダメージを与えることができます。行動タイルにはクールダウンがあり、回復するごとに再び使用できます。最大で3枚のタイルをセットすることもできますね。敵も同様にタイルが表示されてるんで、タイミングよく攻撃を回避したり、相手と位置を入れ替えたりして同士打ちをさせることも可能です。敵を倒すとお金をゲットしたり、バフやデバフ、回復アイテムを入手したりもできます。また各ステージクリアごとに行動タイルを選択して増やすことができ、さらに行動タイル自体のレベルアップも可能。この2つが超重要になってくるんで、後で説明しますね。ボスを倒すと進行方向に応じてショップを訪れることができ、懐具合に応じて補正をかけたり、アイテムを購入したりすることもできます。敵は近距離タイプから遠距離タイプ、バフかけタイプなど様々。基本的にはターン数を利用して自分と敵との位置関係を把握しながら、1名ごとのウェーブを確実にクリアし、ボスを倒して次に進んでいきます。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、中毒性抜群の単純なバトル。デッキ構築型ローグライクは食わず嫌いで全くプレイしてなかったんですけど、気づいたら14時間プレイしていたのが本作。ターン制のゲームプレイは素晴らしく、相手のモーションを予想しながら動き、こいつは次に攻撃してくるんで先に倒そう、こいつは遠距離攻撃なんで優先的に倒すといった具体的な戦略を考えながら慎重に行動する楽しさは抜群に面白くてやべえ。タイルには色々と種類があり、早期アクセス時点では28タイトルと結構豊富。攻撃は単純ながらも、一つの行動で全てが台無しになるパターンも自分の操作ミスによる原因ならも突き詰めてくるなと。現時点ではキーボード操作しかプレイできないんですけど、全然コントローラーじゃなくてもいけると勢いも大事。2、行動タイルによるデッキ構築。デッキ構築型のゲームで感じ取られ、最も重要な要素は行動タイルの構築です。キャラクターごとに特殊スキルと初期装備が異なるんですけど、ウェーブをクリアした後に選択できる行動タイルはランダムです。この要素に運が絡んでくるのはマジでおもろい。いい行動タイルが出た瞬間のテンション爆上がりはなかなかにエモかったですね。種類としては、両刀によるサイド切りから2マス貫通の槍、ノックバックパンチにボウガンによるダメージ貫通、区内の連続投げなど様々なバリエーションがあります。これらをうまく組み合わせて構築することがクリアの鍵となるんですよね。また行動タイルをレベルアップすることも可能で、攻撃力を上げたりクールダウンを減少、バフ効果をつけたりもできます。この要素も非常に重要なんですよね。個人的には攻撃力プラス1、クールダウンマイナス2が一番当たりなんで、出た瞬間はレベルアップしておくのがおすすめ。自分独自のスタイルで進みながら最強の状態に育て上げることは非常にやりがいがありました。3、ローグライク特有の難易度が高い。戦略性が抜群なこともあって、行動ターンの一つのミスで体力を削られてしまいメンタルブレイク。そのミスを引きずって次々と失敗してデッドが頻繁に起こります。次はもっとうまくいけるはずと連続でプレイしてしまいます。この中毒性やめられねえ。前の敵を倒してから遠距離で倒すなど頭で想像しながらプレイはするんですけど、思っていた通りに敵が動かない時はマジでビビります。時には敵を押し出して遠くに飛ばし、再び体勢を立て直して行動するんですけど、うまくいかねえ、なんでやねんと。次は別の戦略でやってやろう、はたまたこの行動タイルパターンはこうするのがベスト。回復アイテム使いどころやショップでの永続
属バフの効果を考えたりと、パターンの数も非常に多いですね。ボスを倒すことでドクロポイントが貯まるんで、デスって拠点に戻った時に怪しい術者からランダムポップに追加する行動タイルも購入ができます。使えるものが多いんで、溜まった瞬間に積極的に追加しておきましょう。バリバリに負けながらも少しでも前に進むことができた瞬間は充実感を味わえるんで、頑張って進み続けてほしい。武士のような勇気を持って。4、クリア時間は14時間。序盤キャラの流浪にせし者の1日目のクリア時間は8時間ほどでしたが、後の2人の1日目クリアを足すと合計14時間ほどでしたね。1日目というのは周回要素があり、各キャラごとに2日目以上が存在するため、攻略要素も充実しています。一度コツをつかむと、ある程度まではうまく進めるようになると思いますんで、何度も諦めずに挑戦するのが得策。何にせよ、早期リリースの段階でありながら、完成度は非常に高い。以上になります。将軍をとっちめに単性をぶちかます。将軍対決。無限の行動ターンで動きながらも、槍使いのリーチで面食らう。うまくタイルによるコンボがハマった瞬間の達成感から、回復アイテムが出なかった時の絶望感。この機会にぜひ、デッキ構築型単性ローグライクをプレイしてみませんか？きっと、なんで敵に挟まれてしまったんや。ここは一発食らうがしゃあない。デッドになってもうたけど中毒性やべえってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。